かにね。惜しかった。正直思ったより勝ったなという印象でしたね。私自身は。格ゲー王子。確かにね。なんか、王子結構上の方まで残ったよね。もうちエンディングウォーカーちょうど見てなかったんだけど、もうち勝つと思ってたわ。そうしたら黄金世代が3人とも、てかあれなのよ。ベスト8を決めるとき、大体若手対王子だったんだよね。今回も結構デバイストライブルね。しかも結構なんか、ちょっと難しいデバイストラブルだったよね。普通に純正コンとかで起きてたでしょ。熱とか、けどさ、熱暴走があったとしても、最終日で起きるのって変な気がするんだよね。パイジさんね、めっちゃうまかったわ。すごいよね。みんなクリスティに当たるとこまでいけるのもね、すごい。普通にのじ合い、かなり勝ってた。いい。てか、うちら一緒にさ、今回、リジェクト部屋ですごいやらせてもらったんだけど、リジェクトのね、いいチームですね。あんな、リジェクトさんありがとうございますだね。で、もうタイさんはね、ゼータ対戦会の時にもあったんだけど、その時よりも全然強くなった、さらに。すごいね。いや、相当、アキラさんとか、負け越してたんじゃない？配信で。すごいね。なんかじゃあいずれリーグとかにもって感じなのかな。それはまあなんかあれなんか大変だからね。まあそうだよね。プロってなっちゃうとそう大変だからね。まあわかんないけどね。流れ次第ではあるのかもしれないけど。次の僕はサウジ。いやこれね、なんと今週あれがあるんですよ。ワールドウォーリアー。それは出るの？それはオンラインだから。その前にサウジかと思ってた。違う、ワールドウォーリアー、サウジ、ストリートファイターに。サウジ何日出発？30ぐらい ?29、30ぐらい。29、30ぐらい。もうすぐ行って。私、福岡行っちゃうから27から福岡かな。あれ俺もう本当に全部の週10週ぐらいなんかあったんじゃない？言い過ぎかな。まあでもバタバタだった、熊本も熊本あってみたいな10週は言い過ぎかだけど2ヶ月ぐらいなんか週末はなんかやってたと思うな。まあなんかやってたとかなんかこれからも3週間あるんだけどキャラ対より人対質。いやーこれねまだなんですよ私。まだねいろんなところに行けてない。今は俺がやるべきことは、バーンアウトをしてもいいと思いながらやるみたいな。まあ結構それがね大会で実ってたんだけど。確かに本放送とかずっとふーちゃんの食レポ動画流れてた。あんな流れんの？いいけどさ。なんかこうさ自分がさ試合配信でやってる時にさプロブレックスとかこうずっともっと前から座ってんだけど。なんかずっと俺いんなと思って。あれって何？よかったね。食い食べてた。やれちなみにエボの前日だからね。エボの前日にやったんだよね。あれよ前のエボ。違う、ごめん、カプコンカップ、カプコンカップです。エボじゃない、カプコンカップ。あれは結構だから前に撮ったやつですね。でもずっと流れてたからうちの PR っていうかよかったね。DJ 強いんじゃない？ DJ は全然いけるよ。あとやっぱ DJ って悪くないのよ。なんだけどレアリティがあるっていうのでやっぱ今価値が高いと思うね。ちなみに俺は今回 DJ2 回出しましたね。プロブレム X とあとね途中で当たった1800ぐらいのあれだね JP の人ね。レアキャラになったことで価値上がった。まあ俺は価値上がったかなと思う。まあ、全もそうじゃない。全相当勝ってたでしょ。ガチ君とかもやられたって言ってたしな。残機に関してはそもそも人数が少なかったと思う。どっちかっつったら豪輝はめっちゃ負けてたって感じ。ルークはそこそこいたと思いますよ。ルークはいたと思う。上に上がってきてないだけでルーク自体やっぱいた印象がありますね。豪輝いやー豪輝ね。いや俺やっぱ豪輝の評価はちなみに相当高いよ。豪輝を見たら30位ぐらいが最高。いやノーブルの方が上なんじゃないですか。
孫さんめっちゃ勝ってたね。だけどね、去年もそうなんだけど、誰が勝ってるか全くわからないんだよね。なんかね、会場が、まあ、こう、バーンって広くあって、右と左離れてる右と左。100メートルぐらい離れてるのかな、直線距離で。そんな離れてないかな、まあ、いや、100メートル離れてるか。の、右と左で、やんのよ。で、孫さんってルーザーズから上がってきてたじゃん。で、俺多分ウィナーズからで、多分基本逆だったんだよね。だから誰が、その逆サイで上がってるかって全く分かんなかった。一般台と配信台ラグ違いました。配信台はめっちゃラグかったですね。多分ね、2フレとかはあったんじゃない？もっとあったかもしれないね。初日と2日目、うん。で、逆に配信外のところは全然ラグ感じなくて、配信台はラグだった。まあけどね、それはもう割ともうなんか、まあもうなんか、まあそれを諦めていいのかどうかっていうのはちょっとわかんないけどね。今回はベスト8、6に残ったのが、コントローラー2人、ヒットボックス2人、ヒットボックスが、レバーレス2人、レバー2人っていう、一応、神バランスでやらせていただいてます。コントローラーのトラブルのね。まあデバイス、まあ俺もね、海外でね、デバイスで、まあ、死んだことありますけど、まあまあ結構仕方のない部分ではあるよね。いや、多分ね、正規品って、いや、正規品でも、全然、落ちちゃってるし、今回、いたはずよ。ただ、そのね、熱暴走の問題でなっちゃう。そのなんか、刺すところが、ちょっとなんかおかしくなっちゃうみたいなのが、多分発生して、まあ、そのコントローラーだけじゃないっていう。去年だってザンギさん、刺したら、ぶっ壊れたって言ってたもんね。刺すところがもう溶けちゃってる。USB 端子溶けが熱くなりすぎてってことだろうね。だからエボ J は、の試合させないってやつ。で、これは、まあ、結構諸説あって、で、俺は、ニャイさんに、俺は、配信、の試合をさせて、トラブルから、ニャイさんが謝ればいいじゃないですかって言った。俺はそっちの方が、来た人の満足度が高いから、謝ればいいじゃんって言ったら、いや、お前みたいな。どっちがいいかって、これすごい難しい問題なんだけど、そうね、指詰めればいいじゃないですか。じゃあ、ナンシさんがっていう。なんで謝る前提でやんでるみたいな。うん。これはね、だから、もうずっと、こう、言われる問題。俺はだから、野試合をやることは、俺はどっちかというと野試合肯定派なのよ。そっちの方が、来た人の楽しさはあるんだよね。もう絶対に。あ、エボ来てよかったなって思う。ただ、そのトラブルがめっちゃ発生してしまうっていう部分が存在してて、まあ、そこがね、どっちを選ぶかなんだよね。大会優先だよね。大会優先、いやー、どうなんだろうね。いや、俺は、なんだろう、楽しいと思ったかどうかの方が大事かなと思うんだけど、まあ、いざ自分がそれを食らう側になるからさ、特に、まあ、俺、上の方まで残るってことは、試合するが増えるからね、まあ、食らう確率が伸びるんだけど、まあまあ、いや、2倍用意すればいいじゃないですかって言ったら。2倍、の試合用と大会で交換すればいいじゃないですか。もう時間で。できるかみたいな。の試合コーナーと試合で分けるとかもね、違うんすよ。の試合コーナーだけだと絶対に足んないの。無限に置いてあって、無限に対戦するっていうのがやっぱお祭りなのよ。だから俺がさ、とことこ適当に歩いてると、まあ、知らない海外の人から、対戦しようや、みたいな。言われんの。まあそこで、みたいな。で、俺がのじ練習とかトレモとか始めると、今空いてるみたいな。そういうのは、やっぱすごくいいと思う。ガチの大会なのかお祭りなのかの認識。いや、俺は、エヴァはお祭りだと思うよ。その、リジェクト部屋でもね、おっとさっきまで一緒に飛行機に乗ってた。配信してる？やっぱね、こうさ、いろいろさ、話してたのよ。で、いろいろ話すから、かけてるわけ、こっちも。
もうミスってんのかい。ね。俺結構梅屋さん、イニシャルぬるいっす。みたいなのは言ってた。はい、オッケー。チュンカがやばい。生きてるけど大丈夫なんだよね。大丈夫。これは大丈夫。言うても、波動拳打つと、SA さんで死ぬから波動拳は打ちたくない。あ、どうぞサブスクでこれね、これね、こういう話もしたんだよね。これやばいか。おお、やばい。1だ、2だったら死んでんじゃないの？そうなんだね、これ。もう中段が見えない。中段が全く見えないオジになっちゃってる。だって空対空した方が負けんね。なんで空対空ちゃんと100読んでて空対空した方が負けんのよ。